今日はキャミソールを作っていきます。減らし目の必要のない簡単な作り方です。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 色はアップルグリーン、 40g で96メートル、使用かぎ針の目安は6号。これを今回8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず胸元からスタートします。鎖を編んで細編みをします。この最初の鎖の数について、私は今回鎖49編んで、長さはだいたい36センチ。これはだいたい肩幅よりも少し狭いぐらい。サイズの変更をする場合は4の倍数プラス1で調節します。鎖編みをします。このまま必要な数になるまで編んでいきます。鎖編みが終わりました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も次も、このまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。2段目も細編みをしていきます。鎖1つ、裏返して鎖の根元に細編み、次も細編み、次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は3段目。3段目は四角を作っていきます。まず鎖3つ、3、裏返します。隣に長編み、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、四角を作ります。1、2、これで鎖1つと長編みで四角、もう一度四角、鎖1つ、足元1、2、四角が2つ、次は長編み、あと2つ、全部で長編み3つにします。これで3つ、また四角、鎖1つ、足元1、2、また四角、1、2、次は長編み3つ、これを繰り返していきます。四角、長編み、また四角、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は長編み2つになっています。次は鎖3つ、3、裏返します。
次はこの四角と四角の間に扇形。まずここに長編み1つ、鎖1つ、同じところに長編み、鎖1つ、同じところに長編み。これで長編み3つの扇形、間には鎖1つ。次は下の長編みの真ん中に長編み。これを繰り返していきます。また四角と四角の間、長編み、鎖、長編み、鎖、長編みで扇形で3つの真ん中に長編み1つで、また間、また間に扇形。これを繰り返して端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。今扇形を作ったところ、最後は下の鎖の下から1、2、3、3つ目に長編み1つ、上が2本で下は1本、この位置に最後の長編み。次は5段目。5段目はこの四角を作っていきます。鎖3つ、1、2、3で、隣に長編み。隣はこの扇形の長編みの上、ここに長編み1つ。これでここと同じ長編み2つになりました。四角を作ります。鎖1つ、この扇形の真ん中に長編み1つ。これで四角ができました。鎖1つで、扇形のこの端の長編みの上、これで四角が2つ、花模様ができています。で、次はこの長編みの上、次はこの扇形の長編みの上、こんな感じで編んでいきます。また四角、鎖1つで四角、長編みは3つにします。また四角、鎖1つ、真ん中、これで端まで編んでいきます。ここまで編んだら、次はこの扇形、この扇形はここと同じように始めます。全く同じようにこれを繰り返していきます。9段編んできました。次は10段目。10段目からは長編みの数を1つ増やして広がるように編んでいきます。この扇形と扇形の間、この長編みの数を2つにします。今四角を編んで、次は扇形の段、そこで数を増やします。10段目を編んでいきます。鎖3つ裏返します。
鎖の根元に長編み、こっちではなくてここに長編みをします。これでこの場所に1つ増えました。次は扇形、今までと同じ扇形、鎖、で扇形で、次はこの3つの真ん中に2つ長編みの数を増やします。1本目、同じところにもう1本、これで数が増えました。また扇形、今までと同じ扇形、でまた2本、扇形、で真ん中に2本、これで全体が広がるようになりました。このまま端まで編んでいきます。10段目の端まで来ました。最後はこの鎖の1、2、3、3つ目に長編み2つ。まず1つ目、2つ目。これで端の鎖に2つ。次は11段目。11段目は四角を作っていきます。鎖3つ。裏返します。隣に長編み。次は扇形の端。ここに長編み1つ。で四角。次はこの2つに長編み2つ。でこの次の扇形の端にも長編み。これで間の長編みは4つになりました。また四角を作ります。鎖1つ。4つになりました。で四角。でこれで端まで編んでいきます。11段目の終わりまで来ました。長編みの上に長編み。最後は鎖。1、2、3。これで端に長編み3つ。次は12段目。扇形を作っていきます。鎖3つ。裏返します。隣に長編み1つ。
次はスキップで、四角の真ん中に扇形、今までと同じ扇形、次はこの4本、ここをスキップして2つに長編み、でここはスキップ。最初にこの長編み3つ、こことここをスキップしたので、ここも同じ、こことここをスキップで、同じように扇形、次もスキップ、長編み、スキップ、なのでこの段は2つと下は4つで、その下はこの1つに2つ、こんな感じになります。これを繰り返します。でまたスキップ、長編み、で扇形、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで来ました。ここをスキップして次に長編み、端の鎖の1、2、3、最後の長編み、最後は2つになりました。最初も2つで最後も2つで、次の段は四角、ここと全く同じように編んでいきます。1、2、3、裏返します。まず隣に長編み、次はこの扇形の端の長編み、四角、でこことここそれぞれにこれで長編み4本になりました。4本、2本、4本、これを繰り返して15段まで編んでいきます。15段編んできました。次は16段目。16段目からはこの扇と扇の間を1つ増やして3つにして編んでいきます。広がるように編んでいきます。16段目を編んでいきます。鎖3つ、裏返します。鎖の根元に長編み、これで長編みが1つ増えました。隣にも長編み、次はスキップします。スキップして扇形、鎖、長編み、鎖、これで扇形で間の長編みを増やします。今まではスキップして長編み、長編み、スキップで、今度は長編みの数を1つ増やします。ここに長編み2つで1つで3つにします。スキップして次長編み2つ、同じところ
隣に長編み1つ。これで3つになりました。ここと1つ増えました。で、扇形。で、スキップ2つ。1つ。スキップして扇形。で、またスキップ2つ。隣に1つ。で、スキップして扇形。これで端まで編んでいきます。端まできました。ここはスキップして次に長編み。最後は鎖の1、2、3。ここに長編み2つ。まず1つ目。同じところに2つ目。これで3つになりました。こっちも3つ。で、次は四角。1、2、3。で、隣に長編み。で、扇形の上。四角。四角。で、今までと同じように長編み。それぞれに1つずつ。で、扇形の上。これで長編みが5つ。1つ増えました。これで端まで編んで、この2段を繰り返していきます。長編み3つの段と5つの段。これを繰り返して、好みの長さになるまで編んでいきます。29段編んできました。長さは47センチ。最後は、この四角で終わっています。糸は切らずに休めています。次は脇を縫っていきます。脇を縫う位置にマーカーをつけます。上から12センチの位置にマーカーをつけました。次は裾からマーカーのところまで縫っていきます。まず表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、ここが表、ここは裏。そうするとこの長編み、四角の段は表になっています。こっちが裏、こっちが表。脇を縫うときには内側を表にします。今裏が上になっています。で、裾から次は脇を縫い合わせていきます。糸玉を残していたんですが、針で縫い合わせていこうかと思うので、少し長めに糸を残して切っています。で、最後はこの糸を使って縫い合わせます。この糸を使って縫い合わせます。今向こうから糸が出ています。このまま手前に鎖の1、2、3、3つ目、手前から向こうで、向こうのこの端
もう一度これでつながりました。次からこの長編みに2つぐらい、また2つぐらい縫い合わせていきます。大体で模様がずれないようにあまりきつくならないようにこのままマーカーのところまで縫い合わせていきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところは2回、1回、もう一度、これでしっかりとしました。あとはほどけないように糸端を隠します。これでつながりました。反対側も同じように縫い合わせます。脇がつながったら次はこれを裏返します。新しい糸を持ってきてストラップを作ります。まずこの端の細編み、糸の出ているところ、新しい糸でここから鎖を編んでいきます。糸を出して1、2、3、4と編んでいきます。鎖を24センチ編んできました。鎖の数は36。これはお好みの長さにします。次は向こう側の角、ここにつなぎます。鎖がねじれていないか確かめます。で、向こうの角のこの2本の糸の下、引き抜き編みでつなぎます。引き抜きます。これでつながりました。こんな長さになります。鎖1つでこの部分を編んでいきます。長編みがあるので、まずここに細編み1つに細編み1つ、これが1つ目。次はこの長編みの上、で次から長編み、これは長編みの代わりの鎖3つ、ここに2つ、ここも2つ2つと細編みを編んでいきます。1、2、1、このまますべて2つずつでくるっと編んで、この鎖の付け根まで編んでいきます。細編みに
細編み1つずつ、次は鎖1つに1つの細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。まずこの1つ目、細編み、次はここ、次はここ。このまま一つに一つの細編みを続けます。ここまで編んでいきます。一周編んできました。またねじれていないか確かめてから、一つ目の細編みに針でつなぎます。少し長めに残して、最後の細編みから糸を抜きます。で、一つ目の細編み、手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編み、最後の細編みの上からで裏に出します。これをきつく小さくして、あとは裏でほどけないように糸端を隠します。で、反対側も同じようにストラップを作ります。で、作ったとして最後に裾に細編みをしていきます。また新しい糸、目立たない脇からスタートします。大体で大丈夫です。新しい糸を持ってきます。で、同じところに鎖一つ細編みをします。これが一つ目。次は鎖2つ、1、2、足元は1つ飛ばして2つ目、1、2、これで細編み1つ、鎖2つ、細編み、これを繰り返します。1、2、1、2、この四角も同じように数えます。1、2、鎖2つ、また1、2、1、2、1、2、1、2、これで一周します。一周してきました。最後は鎖1つ、ここで糸を切ります。またとじ針で始末します。糸を引き抜いて、で1つ目の細編み、さっきと同じ手前から向こうで、最後はこの鎖2本の糸の下で裏に出してで整えます。で、あとはほどけないように糸端を隠します。で、これで終わりです。これで出来上がりました。着る時にはこんな感じでとても綺麗な形になります。ストラップは細くしました。模様もとても綺麗な模様になりました。裾の方はこんな感じ。サイズは縦が47センチ、横幅34センチの56センチ、ストラップは22センチ、使った糸の重さは140グラム。こんな感じになりました。
最後までご視聴ありがとうございました。